こんにちは、むつきのウォッチチャンネルです。世界限定999本のジャズマスターフェイス2フェイス3リミテッドエディションを購入することができたので、開封レビューしたいと思います。外箱の蓋を開けて中を見てみましょう。1、箱の中を見てみよう。内箱の下にサッシが入っています。取り出してみます。説明書が入っていました。薄い紙でできていて、開いて日本語のところを見てみましたが、わかりにくい説明書でした。もう一冊、ちょっと太い冊子が入っていて、国際保証の内容が書いてあるみたいです。ほとんど外国の言葉で、日本語のページはほとんどありません。これはハミルトンカスタマーサービスの紙です。開いた時に落ちたのがこの紙です。ウォッチボックスを取り出してみます。箱の手前と蓋にハミルトンのロゴが入っています。ステッチのある部分の材質は革のような質感で、それ以外は紙でできています。蓋を開けてみます。やっと時計の登場です。ジャズマスターフェイス2フェイス3リミテッドエディションです。箱の内側は傷がつかないような柔らかい材質になっています。ちょっと取りにくいですが、2年間の保証カードになっています。2、時計全体を見てみましょう。ウォッチケースから取り出してみます。2つのダイヤルを備えたリバーシブルケースになっています。一方はクロノグラフ機能を搭載した時刻表示ダイヤルになっています。パティーヌ調のブラウンレザーストラップに青のステッチが入っています。バックルはフォールディングクラスプになっています。まだシールが残っています。ヘアライン仕上げの部分にハミルトンのロゴが入っています。ケースサイズが 44mm、厚みが 17.25mm になっています。所有している中ではティソのシーサー2000の 16.3mm を超えて一番厚みがあります。ケースはヘアライン仕上げと鏡面仕上げが交互に来るような感じで、サイドはヘアライン仕上げになっています。もう一方は内臓のムーブメントを眺めることができる計測用のスケールのついたダイヤルです。後ほどじっくり見てみます。その前にダイヤルを押し込んで普段見えないところに書いてある文字を読んでみたいと思います。日本語で言うと5気圧防水水性と書いてあります。反対側も見てみます。数字の意味はちょっとわからないですが、リミテッドエディションとシリアルナンバーが書いてあります。3、ダイヤルを見てみましょう。まずはクロノグラフ機能を搭載した時刻表示ダイヤルです。60秒計、30分計、12時間計、スモールセコンド表示、日付と曜日の表示があります。それでは一つずつ見ていきたいと思います。ストップウォッチの時に動く青色の針が60秒計です。次は30分計です。60秒計が1周すると1分になります。外側はマットな質感で1分ごとに時刻が刻まれています。5、15、25と書いてあるあたりは円形状に凹凸があります。次は12時間計を見てみます。藍色みたいな色で3レイ仕上げになっています。次はスモールセコンド表示です。一番外側はマットな質感で、その内側はヘアライン仕上げ、その内側は円形状に凹凸のある成形がされています。スローで秒針の動きを見てみましょう。スローで見る限り、サイトには書いてないですが、1秒間に8振動しているのではないかと思います。日付と曜日の表示を見てみましょう。曜日はわからないですが、日付はダイヤル上に31日まで確認することができます。ハミルトンのマークは影ができているので立体的なのがわかります。
インデックスはバーインデックスになっていて、夜光があるかどうかは後ほどわかります。中央のシルバーの部分は円形状にヘアライン仕上げが施されています。次は計測用のスケールのついたダイヤルです。上半分を拡大してみます。ムーブメントの表面はペルラージュの装飾が施されています。タキメーターとパルスメーターがついています。ピントを奥に合わせます。25スイスという文字を読むことができます。下半分を見てみます。ローターは縦のヘアライン仕上げが施されていて、H の文字が肉抜きされています。ハミルトンの文字は凹んでいるのがわかります。ローターを動かして電布が見えるようにします。ピントを徐々に奥に合わせていきます。ヒゲゼンマイにピントが合っています。しばらく電布の動きをご覧ください。また奥にずらして歯車に合わせます。一番奥にもペルラージュの装飾が見えます。電布の動きをスローでご覧ください。4. リストショットです。まずは屋内からです。クロノグラフのダイヤルは横から見るとちょっとごちゃごちゃして見づらいです。正面からだと問題なく見ることができます。室内の照明に比べて外の方が明らかに鮮やかに見えます。ブラウンレザーストラップは柔らかくて付け心地はいいです。横からの視認性はやっぱりごちゃごちゃしててちょっと見づらいです。次は計測用のスケールのついたダイヤルです。時刻の表示じゃないので横からの視認性はあまり関係がない気がします。やっぱり照明よりも青空の下の方が鮮やかに見えます。おまけです。ゼンマイは負けていませんが、時計の反対回りはローターがものすごい勢いで回ります。5. 時計の合わせ方です。12時方向にリューズを回してゼンマイを巻きます。巻く時の音をお楽しみください。時刻を合わせます。秒針が60のところに来たら、リューズを2段階引き出して秒針を止めます。リューズを回して時刻を合わせます。今回は7時30分に合わせます。分針が長いので合わせやすいです。基準になる時計を見ながらリューズを元に戻して時刻合わせは終了です。次は日付と曜日を変更します。リューズを1段引き出します。リューズを0時方向に回すと日付が変わります。ダイヤル上のすべての数字が動いているのがわかります。今回は2日に合わせておきます。リューズを6時方向に回すと曜日が変わります。今回は金曜日にしておきます。リューズを元に戻して終了です。6. 機能説明です。まずはストップウォッチの使い方からです。A ボタンを押してスタートします。止めるときも A ボタンです。再スタートも A ボタンを押します。止めます。B ボタンを押してリセットします。補足です。60秒経つと30分計の針が1分になります。次はタキメーターの使い方です。1キロ走るのに何秒かかったかを計測し、その場所の数字を読むことによって時速がわかります。A ボタンでスタートです。ダイヤルを回転さすと A ボタンと B ボタンも逆転します。少し早送りします。60秒を超えて測ることはできません。1キロ走ったという過程で A ボタンを押して止めます。青色の針の止まった場所の外側の数字を読むと時速がわかります。120という数字が書いてあるので時速は120キロということになります。B ボタンを押してリセットして終了です。最後にパルスメーターの使い方です。
1分間の脈拍数を計測することができます。まず、脈を取ります。A ボタンを押して計測をスタートします。30回まで脈を測って計測を止めます。少し早送りします。60秒を超えて測ることはできません。30回脈が測れたという過程で A ボタンを押してストップします。青色の針の指しているところの数字を読むと1分間の脈拍数がわかります。75という数字を指しているので1分間の脈拍数は75回ということになります。B ボタンを押してリセットします。これでパルスメーターの使い方は終了です。おまけです。A ボタンと B ボタンを押した時のムーブメントの動きです。まずは A ボタンです。A ボタンで止めます。B ボタンを押してリセットします。内部の機械の動きを見るのは面白いです。7、夜光です。まず時刻表示用のダイヤルからです。準備として照明を当てておきます。照明を徐々に落としていきます。地震と分針、12時間針、インデックスが光っているのがわかります。30分の針も光るのですが、針が被っているので映っていません。針に比べてインデックスはかなり細めで分かりづらいです。次は計測用のダイヤルです。こちらも準備として照明を当てておきます。ダイヤルを見ただけで察しのいい方にはわかると思いますが、照明を消してみます。夜光を塗られている部分がないので全く光りません。8、乾燥です。スペックも載せておきます。まずは購入した経緯です。ハミルトンのホームページを見て変わった時計があったので、いつものショップに連絡をしたらまだ取り寄せができると言われたので購入しました。取り寄せには2週間かかりました。気に入った点を3点と、ちょっと残念だったところを2点挙げます。1、機械式のクロノグラフを持っていなかったことと、純粋に見た目がかっこいいところです。2、ダイヤルが縦に回転して時刻表示用と計測用のダイヤルを切り替えれることです。3、タキメーターのついている時計は持っていたけど、パルスメーターのついている時計は持っていなかったことです。使うことがあるかどうかは微妙ですが、ちょっと残念だったところを挙げます。他のメーカーの機械式のクロノグラフも同じのがあるみたいですが、A ボタンと B ボタンが硬いところです。最初は押しても動かなかったので苦労しました。2、ケースサイズが 44mm、厚みが 17.25mm あるので、袖口の収まりは悪いです。ホームページには書いてないのですが、重さはメタルベルトではないので 131g です。多少気になるところもありますが、それを補ってあまりあるぐらいいいところもあるので気に入っています。最後におまけの映像です。青色の針はストップウォッチ計測時、裏側では反対側に回っています。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。